嫌いなことは今すぐやめる。3度蘇り2700万円の自己投資をする人生学校があなたの時間とお金をドカンと節約します。今回は竜の背に乗る生き方、斉藤ひとり、鈴木達也著の究極のまとめです。まず最初に言わせてください。もっと軽く気楽で良い。では早速結論からいきましょう。ふわふわという最強言霊と、このことがダイヤモンドに変わるという時代に合った言霊を気楽に言うことで、竜の背に乗って軽々と楽しく幸せな場所、成功の世界へ運ばれる。大事な部分ですので、もう一度。ふわふわという最強言霊と、このことがダイヤモンドに変わるという時代に合った言霊を気楽に言うことで、竜の背に乗って軽々と楽しく幸せな場所、成功の世界へ運ばれる。以上です。斉藤ひとりさんといえば、累積納税額日本一、つまり歴代の中で最も日本で税金を払っている日本の宝です。と人生学校は勝手に思っています。スリムドカンというとね、ピンとくる方も多いようです。ひとりさんの教えは、どれもシンプルでどなたにも実践しやすいですので、試してみることをお勧めします。それでは目次行きましょう。学習編1、頑張らない。2、ひとりさん流夢や目標の見つけ方。3、不届き不らち、不真面目でも良い。4、未熟の教え。実践編1、どんなマーケティングの勉強よりも〇〇。2、これからの成功のキーワードはふわふわ。3、このことがダイヤモンドに変わります。で、竜の背に乗って軽々と幸せな場所、成功の世界へ運ばれる。4、自分にとって楽しくて心が軽くなる時間を増やす。それでは本題行きましょう。学習編1、頑張らない。斉藤ひとりさんの教えは昔から鉄頭鉄尾頑張らないなんですよね。もちろん頑張ること自体が楽しくて仕方がないと感じる人は頑張ってもいいのですが、堅くなに張るの頑張るではなくて、顔が晴天になるという頑張るの方が良いのですね。つまり笑顔で楽しく頑張るのはいいのですが、肩肘張って頑張るのは方向性が間違ってしまっている可能性があるかもしれませんよというのですね。肩肘を張って頑張ったその先に幸せがあると考えがちですが、たった今幸せを感じられない場合は、その先の未来でも幸せを感じることは簡単ではなさそうです。なぜなら未来は今の連続だからですね。2、ひとりさん流夢や目標の見つけ方。ひとりさん流夢や目標の見つけ方とは何ですかというと、それは、やりたくないこと、嫌なことをやめる、我慢をやめるです。ひとりさんは小さい頃から自分が嫌いなことは絶対にしなかったそうなんですよね。小学生の時は両親から遅刻しないように行きなさい、などと言われ続けたそうですが、それでも行かなかったそうです。たまに珍しく朝から学校に行った時は、給食を食べたら即帰るという素晴らしく充実した学生生活だったようです。だからこそひとりさんは累積納税額日本一になるくらい成功したのかもしれないですよね。ひとりさんは言います。嫌なことをやらないでいるといいことがあるんだよね。それは何かっていうと、好きなことができるようになるんです。嫌いなことをやっている限りは、好きなことをやってみたいという気力すら湧いてこないのかもしれません。それほど嫌いなことは、とにかくやらないようにすることが大事なのです。もし嫌いなことが多すぎて、すぐやめてしまう、飽き性だと感じる子供がいたら、辛抱させて継続させるのではなくて、このように褒めてあげます。お前はいろんなことに興味があって偉いね。そうすることで、その子の才能が引き出されていくのです。やりたくないことは、やらなくてもいいんだよ。始めてみたけど、途中で嫌になった時もすぐやめていいんだよ。こんな考え方だからこそ、自分が本当に好きなことや得意なことを短期間で見つけることができるというのですね。それで自分が好きなことをしようとすると、その中でもついつい世の中の役に立つこととか、将来役に立つことみたいに真面目に考えがちですが、まずは真面目なことは一切考えずに、とにかく自分が好きなことをやるというのがポイントなんですね。決して立派な人間になろうとしなくても良いのです。ただただ今あなたがしたいことを選べば良いという究極にシンプルな教えなのです。人生学校自身自分に正直になって今最も興味があること、楽しいと感じることをやるようにしたおかげで今も毎日幸せを感じて生きることができています。3、不届き不らち、不真面目でも良い。ひとりさんは不真面目、不届き不らちでもいいんだよ。
と教えてくれています。なぜかというと、真面目すぎて苦しんでいる人や、不届き不らちなことで、周りから責められたり悩んでいる人が多いからなんですね。どうしたら目の前の人の肩の荷を下ろして心を軽くできるかを考え、必ず相談した人の味方になり、温かい言葉をかけてくれるのがひとりさんなんですよね。真面目すぎると、どうしても考え方が暗く重くなってしまうので、もっと軽く、もっと気楽に明るく生きていくことで、自分はもちろん周りの人も助けることができるのですね。真面目になりすぎているときは、もっと気楽に不真面目でも良い、不届き不らちに生きても良いと自分を許してあげられると、もっと笑顔が増える人生になりそうです。4、未熟の教え。ひとりさんは言います。昔は未熟だった。今はもっと未熟。未来はますます未熟。俺はそう思っているんです。ずっと未熟なの。だって未熟はこれから成長できるという意味でしょ。自分は未熟だと思っている限り一生成長し続けることができるんだよね。未熟だから成長できる。最高の言葉なんだ。ひとりさんは未熟な方が楽しいと思ってるし、未熟な自分が大好きだよ。こうも言います。社会に出るとな、どうしても年齢とともに立場を考えなきゃいけなくなったり、それなりの地位についたりすることもあるよね。そうすると、真面目な人は未熟じゃダメだって無意識のうちに立派を背負っちゃうんです。自分で自分の肩に荷を乗せてしまう。自分で自分を苦しめてしまうの。でもね、そんなに力む必要はないよ。人間ってみんな未熟なんだから。未熟なのはあなただけじゃない。あなたの同僚も上司も社長も神様の目から見たらみんな未熟なんです。こうして人間に生まれた時点で俺たちは神様から命をもらっている。神様にしてみればこの世の人間は全員未熟なの。完璧な存在がいるとしたらそれは神様だけです。もっと未熟でいいんだと思うことで心を軽くして気楽に生きる。そして未熟だからこそ成長できるという未熟のいい面を見ることがポイントですよね。実践編1、どんなマーケティングの勉強よりも〇〇。どんなマーケティングよりも、どんな戦略よりも大事なことは何かというと、それは笑顔です。いろんな勉強をする前に、まずは笑顔が最も大事というのです。ひとりさんの教えはシンプルです。どんな不況が来ようが、何が起ころうが、この一言です。とにかく笑顔を徹底しな。なぜかというと、どんな人にも共通して商売でこれだけは絶対にやった方がいいというものがあるんですよね。それこそが笑顔なんです。魅力は決して足の裏から出るんではなくて、顔から出るというわけです。ちなみに体の中で最も魅力の波動が出るのは顔なんだと言います。ひとりさんは言います。一流になる役者さんと二流止まりの役者さんの違いもやっぱり笑顔なんです。一流の役者さんというのは舞台上からお客さんと目が合うと絶妙なタイミングで笑いかけてくれるの。それこそ心をわしづかみにする最高の笑顔や微笑みを見せてくれるんです。お客さんはその笑顔に打ち抜かれちゃってこの人を応援したいって思うの。笑顔が大事だよという話をするとたまにこんな質問があるそうです。起きている間中ずっと笑顔でいた方がいいんですか？それは疲れちゃうからやめるといいですよとのことでした。ストレスでむしろ笑顔が消えてしまう可能性がありますからね。あくまでも無理をせず楽しみながら笑顔の練習ができるといいですよね。2、これからの成功のキーワードはふわふわ。ひとりさんは言います。これからの世界はどうなるんですかというと、21世紀が進めば進むほど軽さが必要になっていく。ふわふわな柔らかいムードがどんどん色濃くなるんです。今ひとりさんが魂の成長をますます飛躍させる言霊として最も注目しているのがこのふわふわという言葉なんですね。毎日ふわふわと気づいた時に唱えるだけで心が軽くなって幸せな出来事がいっぱい起きるよというのです。めちゃめちゃ簡単です。ひとりさんはこう言います。言霊やご神言というのは時代に合った言葉かどうかで、
その言葉を使うときに受けられるエネルギーの大きさが違ってくるよ。江戸時代とか明治時代は重くて硬い言葉にすごくパワーがあったので、質実剛健とか金言実直なんかが時代にマッチしていたので、このような言葉を口にしたり文字に書いたりすることで、その言霊から大きな力をもらえたというのですね。これからの時代はふわふわという言葉が世の中のムードに合ってくるのだそうです。ちなみにこのふわふわという言葉には桁違いの力があるのだそうです。理屈ではなく軽やかさ、柔らかさといった感覚を大切にすることで道が開かれるというのですね。3、このことがダイヤモンドに変わりますで、竜の背に乗って軽々と幸せな場所、成功の世界へ運ばれる。先ほどのふわふわと同じように、今の時代に求められる言霊として、このことがダイヤモンドに変わりますは、ふわふわに匹敵する最強の言葉だそうです。いわば、旬の言葉ということですね。このダイヤモンドの真言の最大の特徴があります。それは何かというと、神様と波長を合わせるです。ちなみにこのことがダイヤモンドに変わりますと4回唱えると、大抵の人は言霊の力で神様と波動が合うようですよ。じゃあ10回20回と回数を増やせばいいのですかと言い出すと重くなってしまうので、軽く気楽にやることがポイントだそうです。言霊やご神言って1日何回唱えたらいいの？どういう時に唱えると効果的なの？口に出して唱えないと効果は薄いの？などの質問が来るそうですが、答えは何ですかというと、それは唱え方に細かいルールはありませんです。これは全ての言霊に共通して言えることだそうですが、いつでも何回でも自分の好きなように唱えたらいいですし、口に出そうと心の中だけで唱えようと、どちらでも効果は変わりませんとのことでした。心を軽くするためにふわふわというのにルールで重くなったり必死で言っていたら逆に心が重くなってしまいますからね。軽く気楽にやることが大事ということですね。簡単に言うと心が軽くなって落ち着くまで言えばいいということです。ふわふわと気楽に言うことで悩みが解決した。周りの人の愛に気づけた。人間関係が急に良くなった。仕事が大成功した。臨時収入があった。病気が改善した。恋が実った。など面白い体験談がたくさんあるそうですよ。4、自分にとって楽しくて心が軽くなる時間を増やす。自分が好きなことをやっていれば笑顔が増えて楽しい時間が増えます。それだけでも世の中が明るくなりますよね。自分が好きなことばかりやってていいんですかと言ったら、いいんだよというのがひとりさんです。例えばゲームばかりやっている子がいたら好きなだけさせておくというのがひとりさん流です。1時間でやめなさいとか言うからいつまでもゲームをやめないというのですね。周りが止めなきゃいずれ飽きて自分からやめると言います。寝ないでゲームをするんですという場合は寝ないでやらせたらいいと言います。やり尽くせば必ず飽きる時が来るからですね。それでもゲームをやめない場合はそれが本人に向いているということなんですね。将来プログラマーとして成功したり、ゲームの開発者として成功したりする可能性があります。やりたくないことや我慢はいっそのことやめて、自分が好きなことをやるだけで良い。そんな生き方を実践しているのがまさにひとりさんなんですよね。ひとりさんは女性も大好きですが、商売はそれと同じくらい大好きで、楽しくて仕方がないからこそずっとやっていたいのですね。決して頑張って稼いでいるわけではないのです。そして好きで得意なことをやっているからこそ、いつも笑顔でいられるのだと思います。その実践者がまさにこの本の著者であるひとりさんや鈴木達也さんなのだと思います。読んでみるとわかりますが、鈴木達也さんの魅力的なエピソードもたくさんあって、ぷぷっと笑いが出てしまうような楽しい本です。竜の背に乗る生き方、いかがでしたか？ひとりさんの本はどの本も読みやすいように工夫がされていて、とてもわかりやすく一気に読めてしまいます。内容に興味のある方は気楽に読んでみることをお勧めします。高評価、低評価、感想などコメントいただけると嬉しいです。今のところすべてのコメントに目を通しています。いつもありがとうございます。お知らせです。人生学校 LINE 作りました。登録された方に7大特典を少しずつ準備中です。人生学校 LINE のリンクを説明欄とコメント欄に入れておきますね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
あなたは自分の心をふわふわの軽い心にすることで、もっと軽く、気楽に、楽しく、幸せに、精神的、経済的豊かさを手に入れることができます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。竜の背に乗る生き方、さらなる人生学校的超実践編は、名誉メンバー限定で配信します。お楽しみに。